皆さん、こんにちは。機関理工学部応用数理学科の早水桃子です。前回は辺に対する周遊性ということで、オイラーグラフと郵便配達員問題の話をしました。今回は頂点に対する周遊性ということで、ハミルトングラフと巡回セールスマン問題の話をします。前回も今回も、グラフの周遊性がキーワードなんですけれども、話の中身はだいぶ違います。グラフがオイラーグラフかどうかを判定する問題は簡単に解けるのに対して、グラフがハミルトングラフかどうかを簡単に判定するための必要十分条件は知られていませんし、郵便配達員問題と違って、巡回セールスマン問題は NP 困難な問題として知られていて、今のところ多項式時間アルゴリズム、現実的な時間で解くアルゴリズムというのは知られていません。ですから今回はこうすれば必ず問題が解けますという、アルゴリズムの説明ではなくて、頂点に対する周遊性にまつわる問題の難しさを実感してもらうために、現段階で示されている、いくつかの定理を解説するとともに、巡回セールスマン問題の、実行可能解、つまり最適解の、近似的に求めたものというのを、求める現実的なアプローチの一部を紹介したいと思います。前回の授業で取り扱ったオイラーグラフというのは、すべての辺をちょうど1回ずつ通って出発点に戻ってくる回路、すなわちオイラー回路を含むグラフのことでした。グラフがオイラーグラフかどうかというのは、すべての頂点の次数が偶数かどうかをチェックするだけで簡単に判定できて、オイラーグラフならばフラーリのアルゴリズムなどで簡単にオイラー回路を求めることができるのでした。一方、今回扱うハミルトングラフは、後でもう少し正式な定義を述べますけれども、要するに全ての辺ではなくて、全ての頂点をちょうど1回ずつ通って出発地点に帰れるグラフのことです。前回の授業で少し言及したように、例えばゴミ収集車が無駄なく巡回する経路を考えるときは、道路清掃車の例と違って、全ての道路をくまなく通る必要はなくって、その担当地域のすべてのゴミ置き場をちょうど1回ずつ巡って帰ってくる経路を見つけたいだけです。他にも観光スポットを全部訪問して帰ってくる巡回ツアーを組みたいとか、セールスマンがすべての取引先を1回ずつ訪れて帰ってくる巡回ツアーを組みたいなど、同様のシチュエーションは実社会においてたくさんあります。そういう状況では、例えば、この左の図のようにですね、巡回したい場所が9箇所あるとしたら、それらを頂点集合とする右のようなグラフを作って、このグラフがハミルトングラフかどうかを議論することになります。この例では右の図の通り、すべての頂点をちょうど1回ずつ訪問するような、無駄のない巡り方が簡単に見つけられますので、このグラフがハミルトングラフだということは、すぐに確かめることができます。ここで次のスライドに進む前に一つ頭に入れておいてほしいことがあります。ハミルトングラフにおけるこのすべての頂点をちょうど1回ずつ通る巡回経路というのは、必ず経路になっています。これは前回も復習をした歩道とか小道、回路、経路の定義を思い出せば当然のことですけれども、どの頂点も重複なくちょうど1回ずつ現れるような閉じた歩道には、頂点の重複だけではなくて辺の重複もありません。ですから、すべての辺をたどる巡回経路が回路、サーキットだったのに対して、すべての頂点を訪れる巡回経路というのは、必然的に経路、サイクルになるわけです。そういう意味でも、オイラー回路とは違いますので、混乱しないように気をつけてください。それを踏まえて、ハミルトングラフの正式な定義を述べます。グラフのすべての頂点を含む経路をハミルトン経路、ハミルトンサイクルと言い、ハミルトン経路を含むグラフをハミルトングラフと言います。前回の授業でオイラー回路を持つオイラーグラフ、オイラー小道を持つ準オイラーグラフという言葉が出てきましたけれども、それと同じ要領でグラフのすべての頂点を含む道、パスというのはハミルトンパスと呼ばれていて、ハミルトンサイクルはないけれども、ハミルトンパスならばあるというグラフは、準ハミルトングラフと呼ばれています。今日はもっぱらハミルトングラフの話をするので、準ハミルトングラフは登場しませんけれども、一応そういう対になる概念があるということには言及しておきます。さて、この与えられたグラフがハミルトングラフかどうか、ハミルトン経路があるかどうかを
判定する問題ですけれども、残念ながらすべての頂点の次数が偶数かどうかをチェックするだけで判定できたオイラーグラフとは対照的で、ハミルトングラフとはこういう条件を満たすグラフに他なりませんという有用な特徴付け、必要十分条件は今のところ一つも知られていません。今日の授業で紹介するように、いくつかの必要条件とか十分条件は知られているので、それを使って運よく判定できることもありますけれども、すべてのグラフに対してイエスやノーを判定するための道具が出揃っているわけではありませんので、既存の定理を使って判定できないグラフの場合は個別に考えることになります。もちろん前のスライドでお見せしたように、ハミルトン経路が割と簡単に見つかって、ハミルトングラフであることがすぐにわかるグラフの例はいろいろとあります。一番自明な例だと、この一番左のこの図にあるようにですね、経路というグラフは、そもそもそれ自体がハミルトン経路になっていますので、ハミルトン経路を1個だけ持つハミルトングラフなわけですね。で、もう一つの自明なんだけれども重要な例は完全グラフです。完全グラフは、ハミルトン経路をたくさん含むハミルトングラフです。で、もう少し自明でない例を挙げると、このグラフは、教科書の例題3.5で紹介されているハミルトングラフの一例です。ちなみにこの一番右のグラフは、有名なグラフで、異数が20のフラーレングラフというものです。化学で学ぶ実在のフラーレンは60個の炭素原子によってサッカーボールの形を成しているわけですけども、グラフ理論でのフラーレングラフというのはこの右の図のようにですね、どの面も五角形とか六角形とかになっている三整則のどの頂点の次数も3であるような平面グラフのことです。でこの、図の場合はどの面も五角形で六角形がないフラーレングラフですね。ともかくこのぐらい結構複雑な見た目のグラフであっても、ちょっと頑張って探してみるとですね、ハミルトンヘルがこのように見つかって、確かにこれはハミルトングラフだなというふうにわかると思います。こんなふうにハミルトンヘルが1個でも見つかれば、ハミルトングラフだと言えるわけですけれども、じゃあハミルトングラフではないということを示すには、これさえ確かめれば良いというものはないので、後ほど述べるハミルトングラフであるための必要条件を満たしているかどうかをチェックしたりとか、あとは個別に工夫して考えたりすることになります。で、個別に工夫して考える例としては、例えば、これも教科書の例題3.5で紹介されているグラフですけれども、これは実はハミルトングラフではない例です。このグラフにハミルトン経路がないということは、後で証明する定理を使って示すこともできますけれども、今までの授業で出てきた結果だけでも示せますので、ここではちょっとやってみます。ちょっと思い出してほしいのはですね、グラフが二部グラフであることと奇並路を含まないことは同値であるという定理です。このグラフにはですね、見ての通り全部で13個の頂点がありますので、もし仮にハミルトン経路があるとすれば、そのハミルトン経路は異数が13である奇並路ですよね。しかし、次のスライドでお見せするように、このグラフは実は二部グラフなので、そもそも奇並路というものが存在しないグラフなんです。実際こんな風に赤色と青色の2つに塗り分けた部集合を作って、頂点をラベル付けしてやれば、この左のグラフはですね、この右側に書かれているこの二部グラフと同型であるということが確認すぐにできると思います。というわけで、このグラフというのはですね、こう二部グラフなのですから、奇並路が一つもないはずで、したがってこの17個の頂点をめぐるハミルトン並路は存在しないはずだというふうにわかります。より詳しく言うと、この定理1.4に関してですね、教科書の例題3.5の説明にある通り、二部グラフというのはご覧のように隣接する任意の2頂点を異なる色で塗り分けることができるグラフですので、グラフの中のどんな経路を選んでも、例えばその赤、青、赤、赤というふうに同じ色が連続することはありえなくて、どんな経路の中にも赤の点と青の点が必ず交互に出てくる。だから二部グラフに含まれる経路っていうのは必ずすべて偶経路だということです。それでは次は二部グラフに限らず、より一般的なグラフについて、どんな時にハミルトングラフではないのかということを考えていきます。ハミルトングラフではないということを示す上で役に立つのがこの定理です。
グラフ G がハミルトングラフならば、頂点集合 VG の空でない任意の真部分集合 S に対して G-S の連結成分数 K が S の要素数以下になるというものです。より噛み砕いて言うと、与えられたグラフ G の中から勝手に頂点を何個か選んで集合 S というものを作って、で、S の頂点たちとその S の頂点のそれぞれの頂点に接続する辺たちを全部除去したときに、グラフがすごくバラバラになって、除去した点の個数を上回るほど多くの連結成分が出てきてしまったら、G はハミルトングラフではないと、即答できるということです。だからこの定理を利用する際にはですね、この不等式を満たさないような集合 S をうまく選ぶということがポイントになります。例えばこの今再びお見せしている先ほどの二部グラフの例で言うと、この場合要素数がこの少ない方のですね、部集合、この青い方の部集合を S とするのが良い選び方です。グラフ G からこの青色の6個の頂点と、その A, B, C, D, E, F にそれぞれに接続するすべての辺を全部除去してやると、G-S というのは当然、このように赤色の7個の孤立点からなるグラフになります。つまり、6個の頂点を除去した結果、それを上回る7個もの連結成分が現れてしまったという状況が作り出せたわけです。したがってこの定理によれば、ハミルトングラフであるための必要条件を満たさない S が見つかったわけなので、先ほどのこの2部グラフはハミルトングラフではなかったんだと判明するわけです。この2部グラフに限らず、より一般には、もちろん例題 3.6 にある通りなんですけど、2つの部集合の要素数が等しくない2部グラフはハミルトングラフではないと言えます。それでは定理の使い方が分かったところで、この定理の証明をします。証明したい不等式は、このグラフ G から S の頂点を除去した時の連結成分数がどうなるかという話なんですけれども、まずはですね、このグラフ G がどういう形をしたグラフかわからないので、ひとまず置いておいて、このハミルトングラフ G の全域部分グラフであるハミルトン経路 C に着目して、で C からS の頂点を1個ずつ除去したらどうなるかを考えていきます。C は、G がどんな形であろうと C は単なる経路ですから、頂点を取り除いたときにどういうふうにバラバラになるのかを考えやすいわけですね。で、具体例で観察をしてみるとすぐに気づくことですけれども、C から頂点を1個除去するたびに連結成分の個数っていうのはたかだか1個しか増えないということがわかると思います。例えばこの図の C から頂点丸1番というのを除去しても連結成分数は変わらないですね。つまりこの経路から頂点を1個除去しただけではどれを選ぼうと連結成分数というのは1個のままで増えません。で、もしこの1の次にですね、1に隣接していたこの頂点2というのを除去したとしたら、その後も相変わらず連結成分の個数は1です。で、この例だと、頂点1を除去した後は、4という頂点を除去しています。すると初めてグラフが非連結になって、連結成分の個数が初めて1個から2個に増えます。で、この観察から C-S の連結成分数というのは、除去する頂点の個数、すなわち S の要素数を上回ることはないという、この不等式がまず一つ得られます。この不等式を後ほど使いますので、これがポイントの一つ目です。次はハミルトン経路 C の方ではなくて、C を含む大元のハミルトングラフ G ですね、の方に同じ操作を適用して、G から S を除去した G-S というものと、先ほどの C-S という水色のグラフを比較してみます。すると、C-S と G-S というのはですね、頂点の集合は常に同じで、G-S は C-S に余分な辺、プラスアルファの辺が加わったグラフだというふうに気づきます。言い換えると、C-S というのはG-S の全域部分グラフになっているということです。ということは、G-S には C-S でバラバラになっているようなですね、水色の連結成分をつなぎ止めるような C-S にはなかったような辺が存在する可能性があります。
実際この一つの前のスライドで見た通り、ハミルトン経路 C から1とこう4を除去していくと、この水色の2つの連結成分が現れてしまったわけですけれども、大元のグラフ G にはもともとこの2と5を結ぶ辺がありますので、そのおかげでこの水色の連結成分がつなぎ止められて、グラフ G から1と4という頂点を除去しても、連結成分数は1のままでいられるということです。この観察から G-S の連結成分の個数っていうのは C-S の連結成分の個数と同じか、それよりも少なくなるというこの不等式が得られます。というわけで、この不等式を先ほどの不等式と合わせることで示したい不等式を得ることができます。これで証明終わりです。で、注意点としてはですね、もちろんこの定理で言っているこの条件というのは、あくまでもハミルトングラフであるための必要条件であって、十分条件ではないので、この条件を破っていれば、ハミルトングラフではないと言えますけれども、この条件を満たすからといってハミルトングラフだとは言えないですし、ハミルトングラフでないならば、必ずこの条件を破るというものでもありません。実際この図はですね、ピーターセングラフという名前がついている有名なグラフですけれども、これはハミルトングラフではないのに、この定理の条件を満たしているという、例になっています。ですから、このグラフこの定理はですね、あくまでもハミルトングラフではないことを確かめるための、部分的な手段ということです。とはいえ、とても有用な定理なので、教科書の例3.4などで各自で使い方を練習してください。なお、ハミルトングラフであるための十分条件としてはですね、オーレの定理とディラックの定理というものがよく知られています。詳細はちょっと省きますけれども、さっきの定理に比べると、こちらの方が主張は理解しやすいのではないかと思います。どちらの定理も直感的には辺の数が十分に多いグラフには、ハミルトンヘイルが存在することを述べているというイメージです。例えば、この授業の序盤では、完全グラフがハミルトングラフなのは当たり前だというふうに言ったんですけれども、完全グラフっていうのは、どのペアの間にも辺があるわけですね。辺が目いっぱいたくさんあるグラフですから、そのおかげで、どの頂点からどの頂点にも、何の制約もなく行けて、好きなように一巡することが、できるわけですね。だから、頂点の個数に比べて、辺の数がかなりたくさんあって、どの頂点もすごく実数が十分に大きかったら、どの他の頂点にも行ける選択肢があるんだったら、ハミルトングラフかなというふうに予想されるわけですね。ただこれも十分条件であって、必要条件ではありませんので、ハミルトングラフだからといって必ずしも頂点に比べて辺がたくさんあるとは限りません。実際このごく単純な経路ですね、この C5 というグラフは頂点5個、辺が5本という、全然辺が多くないグラフなので、このオーレの定理の条件もディラックの定理の条件も全然満たさないんですけれども、この経路はもちろんそれ自体がハミルトン経路なので、自明なハミルトングラフですよね。なので、これらのどちらの定理もですね、逆は成立していないということで、誤解しないように気をつけてください。では、巡回セールスマン問題、トラベリングセールスマンプログラム TSP という問題の話です。この問題は、名称そのままなんですけれども、問題設定としてはセールスマンの、自社のオフィスであるようなツアーの支店と、これから巡りたい取引先の、オフィスが ABCD と、いうふうにいくつかあって、それらのすべての点と点の間の重み、A と B の間の移動時間なり移動距離なりが2時間とか2キロとかであるとかが与えられていると。だから入力としては、情報としては辺に重みがつけられた完全グラフの形で表せるような情報が与えられるというわけです。で、その与えられた重み付き完全グラフに含まれるハミルトン経路のうち、トータルの重み、辺の重みの総和が最小になるものを求めようというのが問題です。この問題の最適解であるこのハミルトンヘルのことをC スターと書きましたけど、これを TSP ツアーと言ったりもします。これはすごく素朴に見える日常に潜む問題なんですけれども、これは NP 困難という効率的なアルゴリズムがおそらく存在しないであろう計算困難な最適化問題の代表例としてよく知られている問題です。先ほども言ったように、完全グラフだったらハミルトンヘイルを見つけるのは簡単なんですけれども、
例えば、あるハミルトン経路が求まって、その重みが8だったとしても、ひょっとしたらそれよりも短いものがあるかもしれないので、最適解だったとしても、それが最適解かどうかを自分で判定することができないんですね。この図の例だと、このピンク色の矢印でなぞったこの重み8のですね、このハミルトン経路っていうのは、これ実際の最適なツアーなんですけれども、一般にはそれが最適であることを確かめるのは困難ということなんです。なので、こういう難しい問題に対してはですね、元の問題設定をちょっと特殊化してみたら、問題が優しくなって効率的に解ける問題に変貌するんじゃないかという期待があるので、巡回セールスマン問題の設定をちょっといじったバリエーションというのも今までいろいろと考えられて研究されてきました。代表的なのがここに挙げられているメトリック TSP という重みを距離に限定したバージョンです。実は一つ前のスライドの重みは距離ではない、距離の公理を満たしていないようなインプットの例だったんですけれども、このメトリック TSP というのは、重みが正だったら何でもいいわけではなくて、三角不等式を満たすような重みではなくちゃいけないという、そういう制約が追加されています。三角不等式というのは皆さんご存知の通り、三角形を成しているその任意の3辺に対して、2辺の重みの和がですね、残りの1辺の重みの和以上であるというものです。で、重みを距離に限定して、その最短距離のツアーを求めるというのは、現実的にも自然でニーズのある問題ですし、三角不等式を満たすということは、どの点からどの点に行くにしてもですね、他の頂点を遠回りして、他の頂点を経由していくよりも、直接それらを結ぶ辺を通った方が必ず短く行けるという、すごく大きなヒントになってくれてるわけです。で、だから問題が解きやすくなるような制約なんじゃないかなっていうふうに思うわけですね。ところがですね、これによって問題が簡単になってくれるわけではなくて、このメトリック TSP に対しても、やっぱり依然として NP 困難であるということが分かっています。で、すると、じゃあもう今度は距離は距離でも、もっと制約を強めて特殊な距離にしましょうと。で、平面上の、二次元平面上のユークリッド距離、直線距離に限定してはどうかという問題があります。これはしばしば平面 TSP とかいうふうに呼ばれます。で、これは多分日常的に考えると一番なんというか自然な感じがする問題かもしれなくて、訪問したい場所がですね、地図上に何点かあって、ポンポンポンと並んでいて、で、それらの間の距離がユークリッド距離、その地図上の直線距離で決まっていると全部測れる。で、ツアー全体の移動距離が最小になるような無駄のないツアーを地図上に描きなさいと、そういう問題ですね。実社会では一番わかりやすい問題設定なのではと思います。で、ちょっと前のスライドでは完全グラフのすべての辺に重みを書き込むという図示をしてましたけれども、ちょっと今ここでは辺や頂点の数が多くなったので、このスライド以降はですね、平面上にポンポンと点が配置されていて、それらを結ぶ距離が直線距離で定義されているというのを一部の数字だけを抜粋したりして図示することにします。この方眼紙のこの1マス分が距離1を表すと思ってください。で、このユークリッド距離、しかも平面上のユークリッド距離に限定した平面 TSP というのは、元の問題に比べるとだいぶ特殊化された感じがありますけれども、実はここまで限定してもなおですね、やっぱり問題は優しくならなくて、依然としてこれも NP 困難な問題の代表格として知られています。というわけで、今日はこの平面 TSP を含む先ほどのその一般のメトリック TSP というものにスポットライトを当てていきますけれども、任意の入力に対してその厳密な最適解を求めるアルゴリズムがどうやらなさそうだというふうに知られている場合ですね、アプローチは2つあります。1つ目の考え方は、任意の入力に対してでなくてもいいから、大抵の入力に対して、大体正しい最適解を数字を出力するような方法を考えるというものです。外れるかもしれないけど、当たることもあると、そういうタイプの方法を考えようというものですね。で、もう一つは最適でなくてもいいから、任意の入力に対して、必ずその最適に近いことが保証されるような近似的な解が得られる方法を考えるというものです。今日はこの、精度保証付きのですね、近似というアプローチに絞って、メトリック TSP の近似アルゴリズムを紹介していきます。
なお、最適解の長さの、重みの最悪 k 倍でこう済むようなアルゴリズムのことを、近似率が k のアルゴリズムとか、k 近似アルゴリズムとか言います。以後の話では、メトリック TSP なので、辺の重みは三角不等式を満たしていれば何でもよくて、別に二次元の直線距離である必要は全然ないんですけれども、一番絵を描きやすいので、このユークリッド平面での地図のような平面でのこの TSP の例を使ってアルゴリズムの説明をしていきます。で、メトリック TSP の近似解法として紹介したいアルゴリズムは2つあるんですけれども、まずは一番基本的であるダブルツリーアルゴリズムというものを解説します。これは近似率が2、最悪の場合はその最適解の倍の長さのツアーを求めてしまうけれども、でもたかだか2倍で抑えられるというようなアルゴリズムです。このアルゴリズムでは、まずはですね、この入力の重み付き完全グラフにおける最小全域値 t を以前の授業でやったようなクラシカルなアルゴリズムとかプリムのアルゴリズムなどで求めます。で、これが最小全域値ですね。で、その t というそのキーが求まったら、このダブルツリーというこの名前にもある通りですね、この t の各辺を二重化した多重グラフ m というものを作ります。すると、これがポイントなんですけれども、各辺を二重化したので、必ずこの多重グラフ m の頂点っていうのは、いずれもすべて偶点になっています。ですから、すべてどの頂点も次数が偶数なので、この m っていうのは必ずダブルツリーによってですね、オイラーグラフになります。だからこの多重グラフ m には、この木のすべての辺をちょうど2回なぞるようなオイラー回路というものがあります。この場合、訪問する順番で頂点を並べて書くと、S、B、A、B、C、B、S、D、F、E、F、G、F、D、S となります。次にこのオイラー回路のその支点と終点以外のところを見て、出現するのが2回目の頂点を省く、スキップするという操作を行います。例えば、S、B、A、B、C という列があったら、2回目に出てくる B はもう経由値の中から消してしまって、A から B を経由しないで A から C に直接行くということを選びます。これによってですね、この操作によってグラフの中の歩き方っていうのは、このダブルツリーに沿った歩き方に比べるとより短縮されて、例えば A、B、C と言ってたのをA、B、C と行かないで B を経由せずA から C にショートカットできるので、より短縮されて、しかも同じ頂点が出現しなくなるので、オイラー回路 W からW の重み以下であるような経路ができるということになります。で、このアルゴリズムはですね、この経路 C を近似解として出力して終了となります。こうやって得られるこの経路 C の重みがですね、最適なツアーの2倍以下になっているということ、近似率が2であるということは、少し考えれば証明できると思いますので、各自でトライしてみてください。ヒントとしてはですね、C の重みが、まず最小全域値の重みの2倍以下であるということと、あと、最適な TSP ツアーの重みが最小全域値の重み未満になることはありえないこと。この2つのポイントに気づけば難しくないと思います。で、このダブルツリーアルゴリズムを少し改良すると、この近似率2がですね、1.5に改善されたクリストフィードのアルゴリズムという有名な近似アルゴリズムになります。で、これは最小全域値を求めるというところまではさっきと同じなんですけれども、ダブルツリーアルゴリズムではオイラーグラフを作るために最小全域値の各辺を二重化してダブルツリーにしていましたよね。けれども、このクリストフィードのアルゴリズムでは、そこを工夫して、ダブルツリーよりも短く済むオイラーグラフを構成します。で、それはどうやってやるかというと、この授業ではまだマッチングの話をしていないので、クリストフィードのアルゴリズムの詳細を知りたい方は、マッチングを勉強した後に振り返ってもらえればと思いますけれども、ちょっと先取りして言うと、クリストフィードのアルゴリズムでは、オイラーグラフを作るために最小全域値において次数が奇数である起点に着目します。この図ではオレンジ色になっている頂点たち A、B、C、E、F、G が起点です。で、握手補題の K から得られたことで、どんなグラフでも起点の個数というのは偶数なのでした。それを思い出しての通り、この例でも起点は6個あります。
だからあまりの出ない完全マッチングというものが作れるので、その起点だけの完全マッチングのうち重みが最小のものを求めます。それは効率的に求めることができます。つまり、ここの図ではオレンジ色の3本の辺で示しているように、起点のペア、3組のうち結ばれているペア同士の距離の相和が最小になるようなものを求めるということです。そうしたら、緑色の最小全域機の辺と、新たに得られたオレンジ色のそのマッチングの3本の辺というのを統合すると、その結果、統合されてできるグラフというのは、次数が全部偶数であるような多重グラフになりますので、これはオイラーグラフになります。こうすることで、ダブルツリーよりも無駄のない、多重グラフであるオイラーグラフを構成することができます。オイラーグラフができてしまえば、あとはダブルツリーと同じで、オイラー回路を求めて訪問済みの頂点を省いた経路を出力して終わります。で、このアルゴリズムはですね、1976年にクリストフィードが提案して以来、長らくメトリック TSP の近似アルゴリズムの中で最も良い近似率を誇るアルゴリズムであり続けてきて、メトリック TSP の研究では1.5を下回る近似率のアルゴリズムっていうのは一つもなかったんですけれども、最後にちょっと余談として紹介しますと、実はつい最近、2020年の7月にですね、ほんのわずかですけれども、メトリック TSP の近似率が1.5から1.5マイナス10度マイナス36乗に改善されたというニュースがありました。もちろんこの授業を受けていらっしゃる皆さんは、メトリック TSP は最適解の2倍以内のツアーで良ければ、ダブルツリーアルゴリズムで求まるということと、1.5倍以内のツアーで良ければ、ダブルツリーを改良したクリストフィードの方法で効率的に得られるということを知っておけば十分かと思いますけれども、巡回セールスマン問題の理論的な研究というのはですね、こんな風に今もずっとアクティブに続いていて、発展し続けています。というわけで今日はハミルトングラフと巡回セールスマン問題に関して現在までに分かっているいろいろな結果を紹介しました。辺に対する周遊性と違って頂点に対する周遊性というのは、だいぶ厄介だなということが実感できたのではないかと思います。実社会で皆さんがグラフの周遊性に関する課題に出くわしたときは、そういうわけで頂点を重複なく巡る問題の形ではなくて、できるだけ何か工夫をして、辺を少なく巡る問題として捉えられないかなというふうに考えるようにすると、問題をすっきりと解決するための良い定式化につながるのではないかと思います。